ローウォーズファンの皆様、おはようございます。今現在のカーク信者のギルドは、暫定的ながらも、シルバーリーグで1位となっています。ギルド戦の参加が怪しいギルドメイトをギルドチャンピオンから外したので、今週は、かなりの確率でシルバーリーグ1位を取れると思います。ただ、現状の戦力で週末の昇格戦を戦った場合、勝敗の行方は五分五分といった感じで、ゴールドリーグへ昇格できるとは言い切れません。もし仮に、ゴールドリーグへ昇格できたとしても、翌週末からの降格戦を切り抜ける保証などないので、リーグ昇格をしてもしなくても、微妙なポジションに位置しているのが現状なのです。そこで、他のサーバーから移籍を希望したいという申し出が1件あったので、その人をグラビティに迎え入れることになりました。今は定員いっぱいの30名なので、戦力が最も低いギルドメイトに、ギルドを去ってもらうことにしました。上位リーグを目指すゲーム性なんだから、ゴールドリーグに昇格できる可能性が高まる選択をするのが、ギルドマスターの仕事なのです。視聴者様の中にも、在籍していたギルドから戦力外通告をされた人もいると思いますが、そういったゲーム性なので、諦めるしかないと思います。ギルドを追い出されたことを契機に、自分だけ上位リーグに移籍するくらいの器用さを求められるのが、ヒーローウォーズというゲームなのです。ブロンズリーグのギルドからキックアウトされたのなら、新しい移籍先に、シルバーリーグのギルドを選ぶといったような行動ができれば、このゲームをもっと楽しく感じるはずです。話が脇道にそれるよう。あくまでメインチームのヒーローやタイタンの話ですが、カーク信者は、課金と美課金のプレイヤーの差は、2年目くらいで縮小に転じると予想していました。ヒーローもタイタンも、メインチームの総合パワーは、約90万が天井になっています。ガチ勢がその天井に到達した後に、美課金プレイヤーが、その差を徐々に縮めることを想定していましたが、問題は、その時期が想像よりも遅くなりそうなのです。このグラフは、ガチ勢と美課金プレイヤーの総合パワーの成長速度を表したイメージ画像ですが、赤線がガチ勢で、青線が美課金プレイヤーになります。カーク信者的には、1年6ヶ月程度でヒーローがマックスになると期待していましたが、どう考えても、丸々、2年間はかかりそうな気配になってきました。思ったよりも時間がかかるな、あはは。ここ最近になって、ヒーローウォーズを始めた人も大勢おられると思いますが、低予算で遊戯される場合は、かなりの長丁場になることが判明しました。この話は、あくまでメインチームの5人のヒーローやタイタンの話なので、少しでも他のヒーローやタイタンに資源を割いてしまうと、その分だけマックスに到達するのが遅くなってしまいます。まあ、今年の秋から新要素がスタートするので、そうしたら、多少はヒーローとタイタンの育成が楽になるかもしれません。はっきり言って、小学校の1年生の時からヒーローウォーズを始めても、大学生になるまでに、全ヒーローをマックスにするのは無理だろうな、あはは。逆に言えば、それだけ壮大なスケールで、ゲームを遊戯できるということです。10年間は頑張ろうと思ったけど、20年間に計画変更だな。その時まで、マーサバーさんが生きているか不安だよ。さて、動画終了のお時間になりましたので、今回はここまでになります。では、最後になりますが、20年と聞いて、笑ってしまった人は、チャンネル登録を、ぜひ、よろしくお願いいたします。それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。